この個体はモデルイヤーが1991年で今年で31年目になります。この世代のモデルの中では後期にあたる年式の車両になります。2ドアの5速マニュアルでグレードは CLI。現代の車に比べるとかなり質素でありながら、それでいて日常使いには困らない程度の内容になっています。エンジンは 1800cc の SOHC。カタログスペックでは最高出力が105馬力、最大トルクが 15.1kg。サスペンションはフロントがストラット、リアがトレーリングで特段に突出したスペックを持っているというわけではありません。この個体を購入する前は 6R のポロの GTI に乗っていましたが、若い頃2年ほど乗っていたゴルフ2のことをふと思い出して何気なく検索してみると、スピンニングガレージにこの個体が中古車として販売されていることを偶然見つけました。写真で見る限りでも個体としての素性の良さが伝わってくるものがあったのですが、その時点で20年を軽く上回る年式でもあったので、どうせ修理に明け暮れることになるんだろうななんて思いながらも、どうしても頭から離れないので、一度原車を見てからですね、やっぱり古いのはダメだよねって自分を納得させるためにスピンニングガレージに訪問することにしました。実際に原車を見れば見るほど改めてコンディションの良さを強く感じたんですけれども、古さゆえにやっぱり心配があって、スタッフの方にですね、毎日通勤であったりとか買い物で使ったりするんだけど、さすがに厳しいですよねって質問をしてみたところ、スタッフの方はもちろんそのご家族であったりとか、特に車にお詳しい方でなくても日常的に使っていますよっていう回答を得ました。その時点でですね、もしかしたらこれはいわゆる出会っちゃった系の車かなっていうふうに感じたわけですね。で、その翌々日には実際契約してました。2014年に手元に来てから約8万キロほど走りました。その間に自分にとって心地よく使えるためにステアリングホイールを M2 の1001のものに交換したりとか、サスペンションをですね、純正リプレースモデルのビルシュタインのショックとアイバッハのダウンスプリングに交換したりしています。それ以外はオーディオを、現代的な Bluetooth を搭載したモデルに交換している程度で、それ以外はベーシックな状態になっています。毎日のように移動手段として使用していますが、出先で動かなくなって困ったことは一度もありません。唯一一度だけですね、マニュアルトランスミッションのリンクのブッシュが脱落してうまく1速に入らなくなったことがあったんですけれども、2速以降は普通に入ったので、2速発進でスピンニングガレージまで行って当日中に修理していただいて事なきを得ました。この車が面白いところは、1980年代に発表された車の割にはそれよりも古く、なんとなく牧歌的に感じさせるところがあるところですね。堅牢なボディ剛性もあってか、重厚な乗り味でエンジン、それからトランスミッションの駆動系のタッチも相まって、余計に年式の割には何か穏やかな牧歌的な雰囲気を感じさせるのかもしれません。ステアリングの手応えであったりとか、サスペンションのタッチは当時としても最新な何かを伝えるものは少なかったんじゃないかなというふうに想像しています。走り出しても街中レベルでは機械としての精度の高さであったりとか、そこから得る心地よさみたいなものは意外に感じにくくて、むしろ重厚さが前面に出てくるところですね。ですけれども、速度を上げていくと不思議なことに確かな手応えであったりとか軽快さが生まれてきて、ドライバーに安心感を与えてくれるところがあります。結果的に長距離を走っても無用な疲労感をドライバーに与えることはなくて、
移動手段としての道具の役割をしっかりこなすところがあって、それはスペックに現れない基本性能の高さから来るものなのかなというふうに思ったりしています。それを知った上で改めて街乗りをしてみると、じわじわと車の動きの確かさであったりとか、そういったものを感じるところがあるので不思議なものですよね。基本を抑えた構造から来る走りの良さからか、発売当時からですね、走りを主としたチューニングベースの車両としてファンが多くいますよね。この個体に関してはスポーツドライビングを目的とはしていませんけれども、日常的に車を楽しむ程度には積極的に運転していて、何かと日常の中の良いスパイスになっているのかなというふうに感じています。もう少し若いタイミングでこの車に出会っていたら、もしかしたら今よりも走りを重視したカスタムをしていたかもしれませんけれども、今はこれくらいでちょうどよくて、乗るたびに心地よさであったりとか手応えを楽しんでいます。この先私自身がどのような環境になるか分かりませんけれども、できればレストモッドの領域にも踏み込んでいって、より完成度が高く、同時に仕上げも上質なものにコンバートできたら、それはそれで面白いかなというふうに思っています。